どうも皆さんこんにちは。ムケオです。はい。一つ言っておきます。強盗犯の犯人ではございません。はい。本日につきましては、胸クソ動画もちょっと含むんですけれども、注意喚起も含めて、これ何があったのか、ちょっといろんな情報がありますので、ちょっと一つにまとめて、皆さんにお伝えしていきたいなと思います。大事件起きていますね。今回の、事件の概要と、あとちょっと推理をね、ちょっとしていこうかなと思います。あとはね、事件に遭わないようにするためにというところでございますね。ちょっとこの事実をやっぱ知ることによって行動が変わると思いますので、注意喚起も含めて話していきたいと思います。はい、それでは行ってみましょう。はい、事件概要ですね。2023年5月8日、はい、銀座の高級腕時計ロレックスを、取り扱う銀座のクオークさんの方で、犯行が行われております。ここで捕まった、犯人に関しましては16歳から19歳の少年4人ということで、未成年の犯行。腕時計は現時点では見つかってないという情報を私の方では得ております。最新情報があれば教えてください。で、この少年たち4人、こちらはもう現時点で、逮捕されているという事件でございます。はい、まずはですね、拡散され散らかしております、犯行の映像、こちらの方ちょっとねご覧ください。ちょっとこれ胸クソ悪いので、見られたくない方は、飛ばしていただきたいんですけれども、ちょっと見ていきましょう。はい、このようにね、銀座のクオークさんでめちゃめちゃ、パクってますね。最悪ですよ本当に。はい、ここら辺で時計落としてますからね、下にね。ちょっともう時計好きとしてはもう最悪。もうこれなんだろうな、デイトジャストとかなんかそういう感じかもしれませんが、まあ言うても100万ぐらいするね、お時計今下にバンと落としてね、本当にふざけんなということでございます。はい、そしてね、逃げていくという感じですけど、やっぱなんか体つきを見てもね若干若いなっていうのはね、ここをちょっと思ってたんですけれども、はい、で信号無視で、逃げていくと。で、あっさり捕まりますね。はい。で、ここでね、結構ね、ずっと言ってるのが、痛いです、痛いですって言ってるんですよ。これって、敬語使ってんすよね。なんかね、こっから見る限りでも、こいつら意外と普通のやつで、バイトしてんじゃねっていうのがあります。ちょっとこれに関しては、後から話していくんですけれども、はい。ね。世界の宝を強盗したクソ野郎どもが、あっさり捕まります。でもあまりにもお粗末な犯行ですよね。びっくりするぐらい、ホームラン級のバカだとは思うんですけれども、これはねちょっとね闇が深いような、気がしております。ちょっとこれについてはこの後話していきましょう。そして、住居侵入で逮捕されると。時計 YouTuber としてね、知っている、過去の事件なんですけれども、これね、ロレックス高騰の煽りをね、受けまして、やっぱりその資産価値とか、そういうのがすごいっていうのが、やっぱり浸透してきていて、強盗とか犯罪、これはね、めちゃめちゃ増えております。やはりこう時計 YouTuber としてそこに、フォーカスしていると、いろんな事件がね、皆さんから教えていただくんですけれども、最近あったので言ったら、ヤフーオークションとかで買ったやつが偽物だと。ね。明らかに安い値段で売ってあって、それを転売したら偽物だったと。だからもう転売ヤーから転売ヤーの事件とかね。あとは、買ったロレックス。これ YouTuber さんですね。買ったロレックスが偽物だったと。はい、そういうのがありますので、皆さんね、もしこの動画、初めて見られる方はね、ちょっと、こういうのがあったんだっていうのを覚えておいてください。で、そういう風な、いろいろロレックスにまつわる犯罪がある中での、一つなのかなと、今回は思っております。ちなみに、大阪のクオークさんでも、これね、同じことみたいなのあったんですよね。知られてる方は知ってると思うんですけれども、トラックぶち込んだ件ね。これやばいですよね。いやー、ほんとね、いつも、ちょっと勉強させてもらってる中で、クオークさんの YouTube とかもやられてまして、あれなんですけど、ちょっとやっぱり今の時代、もうちょっとやっぱセキュリティを固めるとか、何らかのやっぱこれ対策が必要になってくるんじゃないかなと、ちょっと思いますよね。やはりその現場で働かれてるスタッフさんとかも、ちょっと危険ですもんね。必ずまた、
なんか起こるような気がしてますね。元自衛官としてね、ちょっと思うのはやはり何らかの抑止力、その実力を行使しないものの、そこにある抑止力、そういうのを誇示するっていうのは若干大切なのかなというふうにちょっと思いましたね。はい、ちょっとね、名探偵向けをやるんですけれども、これね、まだね、これ現時点で時計が見つかってないっていうのが来てますよね。で、銀座からこれ赤坂の間、ここで逮捕されてるんですけれども、そこのなんか、防犯カメラとかこれチェックするのがね、ちょっと必要なのかなと思いますよね。で、ちょっとね、これ推測なんですけども、これ、他の方語られてたんですけれども、彼らの犯行映像に、この主体性がないと。ただとりあえず時計盗んでこいって言われてるような感じがする。そして未成年でしょ？何も考えてない奴らな感じがしますよね。周りに人がいる、白昼堂々。そう、主体性がないんですよね。これね、もしかすると闇バイトの可能性があるというところです。最近言われてる闇バイトですよね。元締めがいて、とりあえずお前ら、盗んでこいと。わかりましたって言って、お金払うかなとか言ってやられてるんですけど、ただのこれ鉄砲玉として、絶対捕まるやり方としてやられていると。そうなった時に、彼らは多分ロレックスのことを1ミリも知らないと思うんですけれども、多分元締めみたいな、その組織的にはね、これ、ロレックス転売の販路があるんじゃないかなと思ってちょっと危険視してますね。要は、なんか本当に闇のルートを使って海外に流すとか、何らかのそういうパイプを持った組織が関わってるんじゃないかなと思います。そうなってくると若干厄介になってくるなってことですね。で、ライブで言われてたんですけれども、やっぱ船とか使った輸送、このようなことになるかなというところです。やはりこの本当に世界の宝、このロレックスっていうのが、やっぱ日本からこうどんどん流出していくのは、本当に悲しいので、ちょっとここはね、その対策なんかできないんですかね。中に変なものが入ってないかとか、税関とか、ちょっとそこら辺のチェックを固めていただきたいなとは思っておりますね。で、ロレックスってね、照合すれば、それが盗品かどうかっていうのは多分今後分かってくると思うんで、もしも皆さんが買ったロレックスが盗品だと分かった場合は、警察に届け出てね、その販路を解明する必要があるのかなと思いますので、ぜひね、皆さん覚えておいてください。国内に流通させるってことは、基本的にはないと思うんですよね。ただ、国内に何本か、この見つかってないのが流れてきた時にですね、はい、そのやつはもう返還するというような頭でいた方がいいのかなと思いますね。いやー、それにしてもね、ちょっと物騒になってきましたよね。その闇バイトだとした時に、元締めがこう言えば、明らかにポンコツみたいな犯罪でもやっちゃうんでしょうね、若者でも。で、今回やっぱりその、ナイフとか凶器とか持たれてたみたいなんで、ちょっと物騒だなというふうに思いました。やっぱ街中を高級時計普通につけて歩けるのが日本だというふうに思っていたんですけれども、ちょっとね、そういうふうな危険性もあるというのはね、ちょっとこの動画を見られてる視聴者さんね、見た方がいいですよね。何らかの護身用グッズ、逆にそれを持ってることで、自分が銃刀法違反で捕まるっていうこともありますので、危険なんですけども、ちょっと今ね、そんな感じでちょっと物騒になってきたなって思っております。そしてね、ちょっとね、若者に言いたいんですけれども、やっぱりね、こういう詐欺とかに引っかかるのってね、若者だったりするんですよ。その目の前の金に、目がくらんで、やるパターンですよね。金なんて紙切れだから。金なんて紙切れだから。君らの生きてるその時間の方がもっと価値あるからね。その時間を無駄にしないような選択をしていただきたいなと思いますね。マルチ商法とかね。なんかネットワークビジネスとか。なんかいろんなことが今ね、SNS 時代で、回っております。そういうのもね、YouTuber が、ボロクソバカにしてる動画とかめちゃくちゃありますので、もうそういう風に今は情報がいっぱい溢れてますから、しっかりと自分で学んで判断して、本当にこれやっていいのかと。白昼堂々銀座の時計店で時計盗んでこいって言われたら、いや、100%捕まるじゃん、これ。
カモにされてるだけだからね、これね。まあそういうのに、手を出さないように、お願いしたいなというふうに思います。そしてね、やっちゃってしまった奴ら、どうすんだこれから。どうすんだよお前ら。ただ俺にね、一つね、提案がある。お前ら自衛隊入れよ。自衛隊入って、その、腐った根性、叩き直してやるから。一度やらかしたお前らね、国民のために、命捧げてみろよ。はい。そんな感じで、今回ね、銀座で起きた事件の概要と、ちょっと僕なりの推理ね、ちょっとしていきました。あとはもうちょっとセキュリティ固めないといけないっていうのと、皆さんね、ロレックス、十分に気をつけてください。これを知らないと、今このジャパンがこういう状況だっていうのを、まず把握する必要がありますので、ぜひ、このチャンネル見られているスーパー時計ファンの皆さん、ぜひ、頭の片隅に置いておいてください。ということで、終わります。はい。本当にね、なくなった時計、全力でなんかね、見つけたいですよね。もし僕にできることあったら、全然なんかやりますんで、言ってください。はい。本当に悔しいです。はい。そんな感じです。以上です。また、別の動画で会いましょう。ではまた。